白根のターンですね。どうしようかな。キル慈愛の光は回復キルなんですけれども MP 消費が5、最大 MP が28なので5回しか使えない。まだ大丈夫かな。ここは後方へ下がり仲間を援護できる安全な位置を確保したいと思います。どうしよう。結構悩むけどとりあえず回復したいと思います。洞窟内に静寂が戻りパチパチと燃える焚き火の音だけが響きます。白根、見事な回復だった。君がいなければもっと苦戦していただろう。感謝する。油断は禁物よ。まだ奥に仲間がいるはず。何か持っていないか調べてみる。でここでユーザーのターンですね。1、ディナーを手伝い倒したゴブリンから戦利品を回収する。2、お二人ともお疲れ様ですと仲間をねぎらう。3、先ほど気になった左の通路を調査しに行きたいと提案する。4、このまま右の通路を奥へ進みたいと提案する。左の通路気になるんだよね。でもそんな時間あるかな。今は時刻が9時5分で空腹が55、疲労が45。ちょっと左の通路も気になるので左の通路を軽く見に行きたいと提案したいと思います。あなたは仲間たちに提案しました。先ほどの分岐路にあった左の通路ですがやはり気になります。少しだけ様子を見に行ってみませんか。あなたの言葉にゴブリンの亡骸を調べていたリナが顔を上げます。私も同意見。未知のルートを放置するのは石膏として看過できない。グレイグは思案する顔を見せました。確かに背後を突かれる危険を潰しておくのは重要だ。だがその前にやることがあるだろう。まずは戦利品の回収だ。こいつだからハゲるものを剥いでからでも遅くはない。ゴブリンとはいえ稀に金目のものや役に立つガラクタを持っていることがあるからな。それにこの焚き火も消しておかないと煙で俺たちの居場所を知らせることになる。経験豊富な彼の言葉は冒険者としての基本的な心得をあなたに教えてくれます。でここでユーザーのターンですね。何をしますかという感じなんですが焚き火の火を消したいと思います。あなたは数分かけて丁寧に作業をすると小部屋の明かりはあなたの持つ松明一つだけになりました。その間リナは調査を終えたようです。大したものはなし。汚いナイフが1本とこれだけ。銅貨が合わせて8枚。それとこの耳は討伐証明になる。ギルドに持ち帰れば1体につき数ゴールドで買い取ってくれるわ。リナは銅貨とゴブリンの耳を革袋にしまいあなたが差し出します。白根が管理してというわけらしいです。これ8ゴールド。これ全部白根がもらっちゃってるのかな。ここはもう早速1枚の銅貨を3人で分けたいと思います。リナが3枚、グレイグが3枚で白根が2枚でその後左の通路に向かおうと提案したいと思います。リナから革袋を受け取ったあなたはそれをそのまましまわず中から銅貨を取り出しました。ありがとうございます。ですがこの場で分けておきませんか。報酬はきちんと分配するのがいいと村の父から教わりました。リナさんとグレイグさんで3枚ずつ、私は新米なので2枚でいかがでしょうか。あなたの提案にリナは少しだけ目を見開きましたがすぐに合理的ね、異論はないとうなずき3枚の銅貨を受け取りました。グレイグは感心したように声を漏らします。新米にしては気が利くな。金の揉め事はパーティーを壊す一番の元だ。そのやり方いい心がけだぞ白根。後で合計して分けようって言ってもなんかいろいろと忘れてそうなので、忘れないうちに早くお金のことは分けた方がいいかなと思いました。
分配を終え、グレイグは改めて松明が照らす暗闇に視線を向けました。さて、では左の通路を調べに行くか。一行は先ほどの分岐路まで戻り、静寂に包まれた左の通路へと足を踏み入れます。こちらは先ほどの通路と違い、かつては鉱山として使われていた痕跡が残っています。ひんやりとした空気が漂い、生き物の気配は全く感じられません。あなたが松明を掲げて進むと、通路の少し先で光が何かに反射してキラリと光ったように見えました。でここで、選択肢ですね。1、光ったものが何か近づいて確かめる。2、リナに罠がないか調べてもらえませんかと先行を頼む。3、グレイグにどう思われますかと意見を求めるとあるんですが、この辺りは探索の専門家であるリナに調べてもらいたいなと思うので、リナに罠がないか調べてもらえませんかと頼んでみたいと思います。リナさん、前で何かが光りました。罠がないか調べてもらえませんか。わかった。リナは短く応じると、猫のようにしなやかな足取りで暗闇へと進んでいきました。グレイグもリナの様子を静かに見守っています。ここで、リナの罠発見判定ですね。器用さ判定でダイスが4、5、成功です。しばらくしてリナはあなたの元へ戻ってきました。罠よ、足元に細いワイヤーが張ってある。松明の光が反射したのはそのワイヤーに引っかかっていた古い金属片みたい。ワイヤーを踏めばおそらく天井に仕掛けられた岩が落ちてくる仕組み。古典的だけど気づかなければ厄介だったわね。というわけで、ワイヤーをどうするかという選択肢なんですが、ここもリナに任せたいと思います。ありがとうございます。リナさん、この罠を解除できますか。任せて、少し下がっていて。というわけでここでも罠解除判定ですね。難易度が9に対してダイスが5、3、結果が13で成功です。カチリと小さな金属音が響き、ピンと張っていたワイヤーが力なく垂れ下がりました。終わったわ、もう安全よ。これでこの通路を安全に進むことができるようになりました。さらに奥へと続いているようです。というわけでここは通路の奥に進んでいきたいと思います。さすがです、リナさん。あなたの素直な称賛の言葉にリナは少しだけ視線をそらし、ぶっきらぼうに答えました。これくらい当然よ。表情は変わりませんが、その声にはわずかに照れが混じっているように聞こえますいいですね。なんかちょっとずつ仲良くなっていくような感じが3人は罠が解除された通路をさらに奥へと進んでいきました。通路はしばらく続きましたが、やがて行き止まりとなり、小さな空間が広がっていました。どうやらこの通路は鉱山の古い市道だったようです。そしてその突き当たりの壁際に一行は埃をかぶった古い木箱が一つポツンと置かれているのを発見しました。忘れ物か、あるいは誰かの隠し物か。リナはすぐに木箱に近づき、周囲の床や壁を慎重に調べ始めました。待って、こういうものには大抵二重の罠が仕掛けてある。というわけでリナが罠発見判定をしてくれました。成功みたいですね。罠の類はないみたい。鍵もかかっていないわ。どうやらただの忘れ物のようです。中には何が入っているのでしょうか。罠がないみたいだし、鍵もかかってないみたいなので、自分で開けてみたいと思います。あなたはうなずき、埃っぽい木箱の前にかがみ込みました。そしてその古びた蓋にそっと手をかけ、ゆっくりと持ち上げます。錆びついた蝶番が長い沈黙を破るようにきしんだ音を立てました。そこには丁寧に布で包まれたガラス瓶が2本と手のひらサイズの小さな革袋が1つ入っていました。ガラス瓶は回復ポーションでした。そして革袋を開けてみると、中には銀貨が数枚入っていました。おそらく50ゴールドほどの価値はあるでしょう。おお、これは大当たりだな。グレイグが満足そうな声を上げました。リナも運が良かったわね。誰かが緊急用に隠しておいたのかもと冷静に分析します。どうやらこの通路を調査するというあなたの用心深さが思わぬ幸運をパーティーにもたらしたようです。というわけでこちらはただの行き止まりで、ちょっとしたアイテムを入手できたみたいですね。よかった。なんか
モンスターとかまたいたらどうしようかなと思ったんですが、というわけで、回復ポーションが2つと50ゴールドなんですが、これも早速この場で分けちゃいたいなと思います。50ゴールドを3人で分ける、リナが18枚、グレイグが16枚、白根が16枚。そうね、リナは罠解除何回もしてくれたので、その分ちょっと多めに出したいなと思います。でポーションは後衛である白根が管理して、いざって時に使えるようにしたいかなと思います。この50ゴールドも分けましょう。今回は罠の発見と解除をしてくださったリナさんの貢献が一番大きいと思います。なのでリナさんに18ゴールド、私とグレイグさんで16ゴールドというのはいかがでしょうか。ポーションは回復役の私が預かってもよろしいですか。あなたの構成で仲間の働きを称える分配案にグレイグは感心したように片方の眉を上げました。貢献度まで考慮するとはな、白根、君は本当に新米か。文句なしだ、その分け方でいこうとグレイグさんがとっても褒めてくれましたリナは一瞬驚いたようにあなたを見ましたが、その判断感謝する。彼女はあなたの提案を受け入れ18ゴールドを受け取りました。所持金が79ゴールドから95ゴールド、回復ポーションが2本追加されて合計3本になりました。いやーよかった。なんか松明と回復ポーションと解毒薬を買ってちょっとお金がすごい減ってたんですよね。でこれ報酬だけだとなんかすごいごくわずかな黒字だけになってどうしようかなと思ってたんですけど、思わぬところでお金が増えてとても良かったです。さてここでユーザーのターンですね。1、分岐路まで戻りましょうと提案する。2、少しだけ休憩しませんかと提案するとあるのですが、どうしようかな。休憩するとちょっと MP 回復するようになってるんですよね。9時40分なのでどうしようかな。空腹値が55で疲労が45、確かこれ50を下回ると空腹状態になって少しステータスが下がるようになってるので、ここで休憩してご飯食べたいと思います。あなたの提案にグレイグもディナもうなずき、適当な場所に腰を下ろしました。空腹値は55から75に回復、簡易休息で15分だけ休憩したんだので疲労が45から53に、MP 回復が判定が厳しめだったのか、短い休息のため MP 回復は発生しませんと書かれちゃいました。残念。15分ほどの休息を終えました。というわけで分岐路まで戻りたいと思います。さて分岐路まで戻ってきました。ここはちょっとサクサクっと移動しちゃいます。さっきの、戦闘の奥ですね。ゴブリンとの戦闘をした小部屋の奥へ慎重に進みたいと思います。あなたは松明を掲げながら右の通路の奥へと慎重に進みました。やがて通路は開け、広大な空洞に出ました。天井は高く、松明の光だけでは全容をつかむことができません。いくつかの粗末な木製の檻が置かれています。檻の一つには弱々しく鳴く野生のイノシシが捉えられていました。そしてこの空洞の向こう側、さらに奥へと続く大きな通路から複数のゴブリンが騒ぐ声と時折響く、ひときわ大きく威圧的なダミ声が聞こえます。間違いない、あれがボスの部屋ね。手前のこの空洞には見張りがいない。油断しているのか、あるいは奴らの巣の中心はあの奥だ。ここをどう抜けるか。ここでユーザーのターンですね。1、音を立てないように壁伝いに慎重に進む。2、リナに先行偵察を頼み安全なルートを探ってもらう。3、松明を高く掲げ堂々と進む。4、檻の中のイノシシが気になる。様子を見に。これイノシシはゴブリンの食料で捕らえられちゃったのかな。弱々しいって書いてあるし、イノシシは気になるんだけどそんな余裕があるかな。ちょっと難しいな。とりあえずここはやっぱり専門家のリナさんに先行偵察を頼みたいと思います松明を高く掲げ堂々と進むはちょっとびっくりな行動リナさんお願いできますか。この広間と奥の部屋の様子を偵察して安全なルートを探っていただけませんか。了解。リナの体が闇に溶け込むように音もなく広間を横切り奥の通路の入り口へと消えていきました。リナの先行偵察判定ですね。敏捷判定で難易度が12らしいです。おお、15、見事な成功です。やがてリナが音もなくあなたたちの元へ
帰還しました。奥は広い玉座の間のような場所。敵の数は全部で6体。まずひときわ体の大きい王冠のようなものをかぶったゴブリンキングが1体。これがボスね。その隣に骨の杖を持ったゴブリンシャーマンが1体。おそらく魔法か呪術を使うタイプ。そして周囲を固める兵士が4体。弓持ちが2体、棍棒持ちが2体。リナは地面に小石で敵の配置を正確に書き出しました。それはゴブリンキングとシャーマンを守るように兵士たちが配置された見事な陣形でした。以上よ。奇襲は可能だけど全員を同時に相手するのは無謀ね。確かに無謀ですね。かなり多い。さっきゴブリン3体相手するだけで結構グレイグの HP が減っちゃったので、ここでユーザーのターンなんですが、1シャーマンから先に倒しませんかと作戦を提案する。2旧兵が厄介です。先に旧兵を無力化できませんかと提案する。3グレイグにどう攻めるのが一番いいでしょうかと最終的な判断を委ねる。4何か陽動に使えそうなものはありませんかと周囲に渡す。イノシシイノシシかな。